日本で一番古い物語は少し不思議な始まり方をします。最初に現れた神様たちは姿を見せることなく名前だけを残して消えていったのです。古事記第1話、世界の始まりの物語です。本編の前にこの物語が生まれた理由を少しだけ。今から1300年ほど前、天武天皇はこう心配しました。永遠に伝わる歴史がそれぞれ食い違い、偽りも混ざってきている。今正さなければ本当のことが失われてしまう。そこで天武天皇は稗田のあれに歴代天皇の系譜や古くからの物語を読み習わせました。後に元明天皇に命じられた大野安丸があれの語る内容を文章にまとめます。そうして西暦712年に完成したのが古事記です。昔々、天と地がようやく分かれたばかりの頃のお話です。大地にはまだ形がなく、何もかもがぼんやりと漂っていました。その時、天の世界高間ヶ原に最初の神様が静かに現れました。その名は雨の御中主の神。天の真ん中の主という意味の名前です。続いて鷹に結びの神、そして鹿結びの神、御柱の神様が次々と現れました。この御柱は皆お一人で現れた神様でした。そして何をするでもなく、やがてすっと姿を隠してしまいます。古事記にはその姿形も行いも一切書かれていません。ただ名前だけが残されているのです。その頃生まれたばかりの国はまだ固まっていませんでした。古事記はその様子を水に浮いた油のよう、クラゲのようにふわふわ漂っていたと伝えています。その泥の中から足の目がぐんと伸び上がるような勢いで新しい神様が現れました。馬し足か美彦寺の神。続いて雨の床たちの神。この二柱もまた姿を隠してしまいました。ここまでに現れた五柱の神様はことは松神。特別な天の神様たちと呼ばれています。それから世界には次々と神様が現れます。国の床たちの神、豊雲の神。ここまではお一人の神様でした。ところがこの後から様子が変わります。男の神様と女の神様が二人一組で現れるようになったのです。対の神様たちは代を重ねるごとに少しずつ人の姿に近づいていったと言われています。そして七代目、ついにあの二人が現れます。男の神様イザナギ、女の神様イザナミ。国の床たちの神からイザナギまでの神々を神よななよ、神よななよと呼びます。こうして現れたイザナギとイザナミ。この後二柱にはまだ漂っている国をしっかりと整える役目が託されます。世界はここから大きく動き始めるのです。ここからは今日の深掘りです。最初の神様たちが名前だけで消えていくのは演出ではありません。古事記の原文にそのまま書かれている描写です。日本の神話は神様の名前そのものに意味を込めるのです。例えば鷹に結びの神と鹿の結びの神の結び。これはムスヒムスヒという言葉で命を乱す力のことだと言われています。実はこの言葉、今も私たちのすぐそばに残っています。ご飯を握ったおむすび、神社の縁結び、
どちらも生み出す力、結びつける力の名残だと言われています。諸説ありますが、1300年前の神様の名前が今日のお昼ご飯の中に生きているのだとしたら、なんだか少し嬉しくなりませんか。次回、イザナリとイザナミの国海の物語。雨の浮き足から日本の島々が生まれます。お楽しみに。